世界を代表する選手が集うイギリスプレミアリーグ。The game is no longer about the fans, it's about the money and it's about the people who have the money, and of course that's the TV company. サッカーの母国イギリスを飲み込んだサッカービジネス。巨大なビジネスの場と化したサッカーの行方を探ります。ワールドリポートです。この10日からサッカーのヨーロッパ一を決める欧州選手権ユーロ2000が始まり、ヨーロッパではサッカー熱が高まっています。その一方でサッカーを取り巻くさまざまな問題も浮かび上がっています。今日はサッカーにまつわるリポートをお伝えしていきます。スタジオには NHK のサッカー解説者で元日本代表、ヨーロッパのサッカーの事情にもお詳しいという原博美さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユーロ2000始まりましたね。いや、始まりましたね。私もですね、毎晩というか毎朝というか、はい、ご覧になってますか。楽しい試合をねいっぱい見てます。そういう人がいっぱいいると思いますけどね、日本にも。実際に向こうにヨーロッパの方に見に行かれるという、そうですね。このユーロも準決勝見てこようかなというふうに思ってるんですけど。原さんが応援している国っていうのはあるんでしょうか。ありますよ。このプレミアリーグのイングランドとかね、あるいはスペイン、イタリア、その辺のサッカーが好きなんで、その辺のチームが勝ってくれればいいなというふうには思ってるんですけど。ユーロ2000ですといろいろな国の特徴もわかるかなと思うんですけれども、今日はリポート2本ご覧いただいて、また後ほど詳しくお話を伺います。さて、日本でも2002年のワールドカップの放送権料が問題になっています。サッカーの母国と言われますイギリスでは91年にプロサッカーのトップリーグプレミアリーグが設立されて以来、試合の放送権料が高騰しています。そして高額な契約料を支払わなければテレビで試合が見られないというサッカーファンにとっては深刻な事態が起きています。このイギリスのサッカービジネスの現状、 BBC が取材しました。ご覧ください。高級車に乗って映画の試写会にやってくるのはサッカー選手たちです。中には2週間で国会議員の年収を超える収入を得ている選手もいます。テレビの放送権料のおかげです。衛星放送会社の B スカイ B はこの10年間に支払ったおよそ10億ポンド、1700億円の放送権料でサッカー界に革命を起こし、イギリスの国技であるサッカーは豪華で華やかなスポーツへと姿を変えました。I think the TV money has allowed the game to flourish in as much as you're seeing the talent that has come into, particularly into the Premier League. It's better talent than ever before. We've seen better stadium than ever before. So the football, the amount of money that's come in to football clubs from television has actually helped, not just on the field of play, but the stadium develop as well. So I think English football's got a lot to be proud of. マンチェスターユナイテッドは今や普通のサッカーチームではなく世界的なブランドです。世界で最も裕福なサッカークラブは国内のライバルチームと比べても2倍の資金を持っています。勝てば勝つほど放送権料が入ってきます。去年はヨーロッパのナンバーワンクラブを決めるチャンピオンズリーグで優勝、今年もプレミアリーグで6回目の優勝を果たしました。ファンも増え、かつてなかったほどの人気の高さを誇っています。プレミアリーグの関係者は今日の繁栄は巨額の資金によるものとしながら、経営状態は健全そのものだと言います。しかしそれほど単純な問題ではありません。What's happened in football, of course, is money has taken over and greed's taken over and television has taken over. So the football today is not really run by the Football League or the FA, it's run by Rupert Murdoch. You've seen alongside the increase in TV money, something like 350 to 400% increase in the cost of admission to Premier League grounds. Now, for many supporters, that's proving too much, and it's actually excluding sections of the population. So where once you had the people's game, now you've got some people's game. 5, 4, 3,
BBC や B スカイ B だけでなく、ホームデジタルのような新しいテレビ会社もヨーロッパのサッカーを中継放送するようになりました。Hello there, welcome to Spain. If you prefer, welcome to Catalonia. 新しいテレビ会社は今後国内の試合についても放送権の獲得に乗り出すと見られています。この放送はイギリスのクラブチェルシー。デジタル放送の開始や受信料が値上がりしたため、サッカー中継を家以外の場所で楽しむ人が増えています。Why are you watching it here? It's on digital. It's on digital, so not everyone's got it at home, so you've got to watch it in a place like this. I've got the season ticket, I've got Sky at home, but the problem I've got is that I don't get on digital. I personally got Sky Digital, and we don't get it, and you know, it's good, the atmosphere's better, but probably if I had it at home, I'd sit at home and watch it. 店の中に入れず、雨の中、外から観戦するファンもいます。しかし、結果はイギリスのチームが負けました。放送権料の値上がりはファンだけでなく、試合そのものにも影響を与えています。ブラウン博士はチーム間の格差が広がり、公平な試合が行われなくなったといいます。The problem with the Premiership now is that you've got only a handful of clubs who have a realistic chance of winning the Premier League title. The rest of the clubs in the Premiership are either looking for a mid-table place or just looking to survive with their Premiership status intact. Those clubs cannot challenge the top 5 or 6 clubs financially and cannot challenge them for the best players, and therefore are unlikely to compete with them. 各チームの収入を見れば、貧富の差が成績の差につながっていることがわかります。最も裕福なのは優勝したマンチェスターユナイテッドで、昨年度の収入は187億円でした。2番目に裕福なのはチェルシーで、去年は3位、収入はマンチェスターユナイテッドのおよそ半分の100億円でした。貧しいチームは成績もよくありません。去年プレミアリーグから降格したチャールトンアスレチックは27億円、サウサンプトンは最も少ない22億円でしたが、こちらはギリギリで脱落を免れました。ブラッドフォードシティは去年プレミアリーグに昇格しました。マンチェスターユナイテッドと比べると資金繰りには雲泥の差があります。衛星放送会社から1年間の放送権料を獲得し、それまで所属していた1部リーグと比べれば裕福になりましたが、プレミアリーグでははした金に過ぎません。選手たちも立場の違いを分かっているようです。I think the manager said at the start of the season that we had to play in our own little mini league at the bottom, sort of 6-8 teams, and it's turned out that way in the end. You know, there's sort of about 5 or 6 of us that are all scrapping to stay up. There is a massive gap from top to bottom. ファンにとっては人事ではありません。プレミアリーグというパーティーに招待されながら、窓から覗き見ることしかできないかもしれません。この日、ブラッドフォードとダービーが対戦しています。ブラッドフォードにとっては負けられない試合です。もし負ければリーグから脱落し、何億円もの収入を失うことになります。プレミアリーグの試合ではテレビ中継のたびに5000万円を超える放送権料が入ってきます。もし1部リーグに降格すれば収入は700万円から900万円です。今のプレミアリーグでは強いチームは収入が増える一方で、弱いチームは収入が減り、差は広がる一方です。ブラッドフォードの会長もこの問題を指摘しています。Sad, but I think there's no question that the more money that one has and the more resources that one has, the higher the wages that one can pay, the more that you can spend out in the transfer market, that undoubtedly increases the chances for success. ブラッドフォードは検討していますが、過去5シーズンにプレミアリーグに昇格したクラブのうち半数以上は1年で1部に逆戻りしています。試合ではダービーを相手に4点を奪いましたが油断はできません。
I don't think it's good that clubs know before they've kicked a ball in the Premiership club, teams that have got promoted. I don't think it's good that they know that almost certainly they're going down again. I don't think that is good, and I don't think it's healthy. I don't know what the answer to it is, but I don't think it's healthy. 結局ブラッドフォードはプレミアリーグに残ることができました。しかし次のシーズンも貧富の差に悩まされることは間違いありません。Welcome to Match of the Day, the first of a weekly series coming to you every Saturday on BBC Two. 以前はテレビ中継がサッカー界に影響を与えることはありませんでした。しかしこの10年でサッカーとテレビは深く関わるようになりました。かつてサッカー中継は BBC と民間放送が仲良く行っていました。サッカーチームは放送の中止を恐れ、放送権料の値上げを求めることはありませんでした。ところが、ある事件をきっかけに全てが変わりました。1991年、当時のリーグで上位を占めていたサッカークラブの会長が集まり、リーグからの離脱を決定します。同時にプレミアリーグを結成しました。それまでテレビの放送権料は下部リーグを含めた各クラブに分配されていたため、分け前は微々たるものでした。しかしプレミアリーグの結成により、上位チームだけで放送権を分配できるようになったのです。The formation of the Premier League was based entirely on the fact that the richest clubs wanted to retain more of that money for themselves and share less of it with the other lower divisions in the Football League. さらに新たなテレビ会社が現れました。できたばかりの新会社は試合中継の放送権の獲得を目指しました。そして BBC は試合のハイライトを放送することで新会社と提携。放送権をめぐる争いは新会社と民間放送の一騎打ちとなり、結局衛星放送会社が5年間の放送権を517億円で獲得しました。I think what the Premier League chairman was saying at the time was ITV and BBC had really treated football pretty shabbily for all those years. They had just switched back and forth year in, year out, paying very little for those rights. And here was a big, brash new company saying, we'll sort you out. 新会社にとっては大きな賭けでした。当時の会長はこう振り返ります。Sky was in pretty dire straits, so we really needed a bit of a trump card. And if there was ever a trump card in Britain, it was live soccer, live Premier League soccer. I don't think Sky would have survived without getting the Premier League at that time. 新会社が放送権を獲得したことでサッカー界も大きく変わることになりました。サッカーの生中継は衛星放送を見ることができる一部の人たちの楽しみとなりました。At the time, there was a huge reaction in the national press against Murdoch. He's stolen the national game. He's made us pay through the nose for something that we should have by right, almost. In fact, Sky B improved the game beyond measure in the sense of its excitement with the slow-mo cameras and the replays and all that kind of thing. But it is true that ultimately live games were only being watched by a small minority of people. Everyone else had to make do with Match of the Day. 一方、ファンは新しい放送に順応し、新会社の契約者数は最初の5年間で100万世帯から300万世帯に増えました。そして衛星放送会社は2度目の放送権の入札で前回の落札価格の2倍にあたる1140億円を提示、再び権利を手にしました。Sky Sports has brought you the best of Premiership football over the past 6 seasons. Today we promise to deliver the same top quality service from the most exciting league in the world. 衛星放送会社は放送権の費用をファンに転嫁しました。月額1700円だった受信料は今では月額5400円です。その他の点でもファンは犠牲を強いられています。Sky have revolutionised football. I mean, you no longer watch it on a Saturday. Some games last season, I don't think I hardly watched a game on Saturday. Sunday, Monday, or Tuesday because of European Cup games. What's that going to do with Sky? Well, because the television decide when the games are going to be shown. It's not the fans. I mean, if you're a fan, say, of Southampton and you're paying in Manchester or Newcastle on a Sunday morning, I mean, you can't get there to watch the game. The game is no longer about the fans. It's about the money, and it's about the people who have the money, and of course, that's the TV companies.
また、たまにしか試合を放送してもらえない下部リーグのクラブはわずかな放送権料しかもらえません。プレミアリーグのクラブは平均で年に12億円の放送権料を得ていますが、3部リーグのクラブの場合はわずか4000万円です。3部リーグのレイトン・オリエントの本拠地です。ここにはサッカー革命の恩恵は届いていません。過去2シーズンで試合がテレビ中継されたのはたったの1回です。If these type of clubs don't survive the next 10 years, the whole country's a loser, because the infrastructure behind these clubs into the community scene, into giving youngsters their chance, the dream factory. This is the dream factory, not Manchester United. That's the dream factory. To get a ticket is you've done well. Never mind play for them. You know, we're talking about where dreams really happen. レイトンのユースチームに所属する若者たちの夢はいつかマンチェスターやリバプールといった強豪チームでプレーすることです。下部リーグのチームはこれまで優秀な選手をプレミアリーグに売り込むことで経営を維持してきました。しかし今プレミアリーグの強豪クラブは豊富な資金をもとに海外から選手を引き抜くようになりました。一方で選手の給料は上がりました。Great thing about when you sign a kid, say a first year pro, and you offer him a couple of £100 a week, you know, they say, well, have you left the Norton? My mate's just joined West Ham, and, you know, and he's only playing in the third reserves. ここは放送権料の恩恵を受けていないレイトンの更衣室。一方こちらはプレミアリーグの強豪アーセナルの更衣室です。プレミアリーグは下部リーグに放送権料の一部を提供しています。前のシーズンに支払われた金額は総計で8億5000万円ですが、これはアーセナルが新設したトレーニング施設の建設費用にも満たない額です。Well, I don't believe that is unfair and unreasonable. Don't forget, the Premier League also not only has to compete amongst themselves, it has to compete amongst the best clubs in Europe. So they have a double challenge every year. 新しい取り決めでは放送権料の 5% が下部リーグに支払われることになります。この金額は過去最高ですが、ブラッドフォードの会長はその2倍は必要だと考えています。If we're talking of 10%, 1.5, 150 million over a 3-year period, 50 million a year, I think would sort out all of the problems really outside of the Premier League. Is it the FA's responsibility to stride in there and say 10%? That's how much we want. No, I don't think the FA would even have the authority to do that. It's up to the Premier League themselves. But that's you. Well, one voice amongst 20. And have you expressed these thoughts with the other 19? There are informal discussions go on around the table. How many supporters do you have when you come out with comments like that? Not many. 2? 2 or 3. There is undoubtedly scope for ensuring that the financial benefits which are flowing in very substantial quantity into football now do spread more right the way through the game than perhaps currently happens. There is room for that, yes. So you're not entirely happy with the situation now in terms of the distribution of wealth within football? There is room for improvement in getting that flow of funds through to the bottom of the game. 今回の入札では20億ポンド3400億円もの高値がつくと言われています。衛星放送会社はこの入札に備え2年前から準備を進めてきました。Rupert Murdoch wants to buy Britain's biggest football club, Manchester United. ページ額は1060億円、そしてこの買収計画はテレビとサッカーの境界を一気に消し去ることを意味していました。イギリスのトップチームを手に入れれば放送権を落札する上で非常に有利になります。これに対してマンチェスターユナイテッドのファンは怒りました。Nothing was more interesting than the reaction of Manchester United supporters when their club, probably the biggest in the world, was going to be taken over by the biggest broadcaster. And you would have thought they would have all jumped for joy and said, this means we're going to be at the top of the tree forever with no more financial worries. Success is going to be there every day of our lives. But they didn't say that because they saw the danger signals. And the danger signals was that, you know, monopoly of any kind can't be good.
for any business and not particularly for football. The government was worried as well. It called in the Monopolies and Mergers Commission to see if the takeover was in the public interest. They concluded the deal wasn't. 結局、買収計画は白紙の状態に戻されました。Why is it that you rejected Sky's bid for Manchester United? Because it would give them undue influence in the bidding process and through backdoor negotiations. It would give Sky B, we felt, an unfair advantage against other broadcasters. Realistically, though, Sky would have only had influence over one club. There are 20 in the Premier League, so why is that a problem? Yes, but once the dominant club is owned by a broadcaster, and you have to bear in mind that Manchester United were the wealthiest club by a long way, you only need 6 clubs to block a bid for these rights. And we guessed that through the process of discussion informally outside the negotiating chamber, so to speak, that we're perfectly capable of talking to other leading clubs and possibly putting together deals that would certainly improve their position in respect of other broadcasters. After the drama, Sky wasn't completely shut out of Manchester United. It still had a sizable chunk of the club's shares, 11.2%, acquired as part of its attempted takeover. On top of its stake in United, it now embarked on a new strategy to increase its influence over football. Sky began buying up shares in other top clubs. 4 months later, Sky forked out £13.5 million for a 9.1% stake in Leeds United. Now, 2 arch rivals, Leeds and Manchester United, had Sky as a significant shareholder. Not only that, Sky also became the Leeds media agent to advise on TV rights. I think their idea was, let's have a stake in a number of clubs, and that way we can kind of have a little bit of perhaps behind-the-scenes influence when it comes time to deciding who's going to win the rights going forward. But there was a new problem. Sky was in danger of breaking the rules of the game. The FA and Premier League both bar anyone from holding a stake in more than one club if the stake's over 10%. It's to prevent a conflict of interest to the match. Sky had to reduce its share of Manchester United to 9.9%. Then it continued its shopping spree of the Premier League clubs. In December last year, it bought a 5% stake in Sunderland at a cost of £6.5 million. Next up, a real prize, Chelsea. In March this year, Sky dug deep and paid £40 million for another 9.9% stake. So Sky had stakes in 4 Premier League clubs, each of which is involved in deciding who wins the TV rights. その一方で新しいライバルが登場しました。同じような戦略で放送権獲得を狙うケーブルテレビ会社 NTL です。NTL is a cable operator which has a million or so franchise cable homes in the UK. They're backed by France Telecom, that helps, there are deep pockets there, and they are absolutely determined to be a big player in the UK, and they see Sky B as the enemy. NTL had wanted to take over Newcastle United, but after seeing Sky being thwarted by the Monopolies and Mergers Commission, it thought better of it. Instead, it took a 9.9% stake in the club, and then began, like Sky, to shop around for other tasty targets. In January this year, it chose Aston Villa, buying up 9.9% and moving on. Next was Middlesbrough. In March this year, NTL took 5%. Now it had stakes in 3 Premier League clubs. And there was another media company developing a taste for football, Granada. It's bought a 9.9% stake in Liverpool. Granada is related to another big player on digital. On Digital is a money-losing startup broadcast company, but remember it's owned by 2 very large ITV companies, Granada and Carlton, and they certainly have the wherewithal. So, in the run-up to the biggest ever sell-off of football TV rights, the battle for influence over some of England's top clubs has reached fever pitch. 今回のテレビ放送権の入札にはこれまでで最も多くの企業が参加しました。またさまざまな試合の放送権が何種類もの形で売られています。
最大の入札は66試合の生中継。現在、衛星放送会社が持っている権利より多い試合数です。それとは別に、視聴者が見た試合ごとに料金を払うペーパービュー方式と呼ばれる放送についても40試合分の入札が行われました。ハイライトを放送するための入札もあります。現在は BBC がその権利を持っていますが、今回は土曜日と日曜日の放送権が別々に入札にかけられました。つまりサッカー中継は増えますが、お金もかかります。Anybody who buys these rights is going to have to pass on the costs to someone, and that someone has to be the football fan. And that's another reason why we think these rights may not go for quite as much as people say, because how much are we willing to pay? Right now it costs us the better part of £30 a month in order to get a full service on B-Sky B, including the sport. Can that go to 40, to 50? At what point does the punter say no? 今より高い料金を支払うなら、何らかの恩恵があって当然だと考えるファンは多いはずです。Where do you think all this extra TV money ought to go? Back to the spectators, the deduction on the gate money into the clubs, and bring football back to the genuine spectators and not to business people. I know where it will go, and that's on players' wages, and that concerns me, I must admit, because that money ultimately then goes out of football. I'd like the money to stay in football somehow. Where do you think it should go? Improving the facilities for the fans. What about keeping the price of tickets down? Yeah, that as well. That's important, obviously. But that's all part of the facilities, isn't it? Well, I think it should siphon off to the lower clubs. At the end of the day, 92 clubs. 20 clubs get it in the Premier League, or they're already talking about cutting it down to 18, then the lower clubs are going to go out of business. Do you think some of it will go towards keeping ticket prices down? I hope so. Well, that's another thing. If there is more money coming in from television, more perhaps coming in from pay-per-view, maybe the actual prices of attendance can be pegged. So you might be putting your ticket prices down here? Well, certainly we've always been concerned about our public. しかし、インタビューの数日後、アーセナルは試合のチケットを 15% 値上げしました。また、マンチェスターユナイテッドも選手の給料を支払うためとしてチケットを値上げしました。他のクラブも同様です。Minister, as an Arsenal supporter and a well-known Arsenal supporter, how does it strike you that we're about to get the biggest injection of TV money into football, and yet Arsenal ticket prices are going up, some of them, by up to 15%? Well, the issue of ticket prices, and Arsenal are by no means the worst offender here, the issue of ticket prices at Premiership grounds is a serious issue. Particularly for a family of 3 or 4, the cost of going to a Premiership game, particularly in some clubs that I could name but won't, it is extremely high. That's something that is of concern. It's of concern to supporters and fans. It is something that the task force sought to address. As I say, these are matters which we will be, I hope, in a position to say something about in a short while. 別の問題も表面化してきました。インターネットでの試合の放映です。メディア会社にとっては金儲けになる話ですが、クラブにとっては収入の格差をさらに広げる可能性があります。So what can we choose? Can we choose an England goal? Well, we can go into the video highlights package here, where we have every single clip of every single goal ever scored since 1980. That is amazing. We can go into any of the teams. We can go into the tournament, qualifying events. There's stories of what's going on right now. There are polls, there are games, and you can buy tickets. I know I want to see England versus Holland. All right, let's. And I want to see the Alan Shearer goal, that penalty. All right, let's pull that up.インターネットでプレミアリーグの試合を見ることができるようになります。今のところネット上に公開されるのは試合終了から48時間後ですが、各クラブは独自に放映権を販売することができるため、生中継できるようになれば大きな収入源となるでしょう。
If and when we start seeing live matches on the internet, are we going to be in a position there where we have to pay to watch? I don't know, do you swipe a card through, or you've got your own code, or whatever? You can swipe a card through, or you can click on a payment button, which will then bill you on, say, your phone bill, and make it almost seamless. So I think live video rights will have to be on a pay-per-view basis, initially anyway, on the internet. And the payment mechanism is relatively easy. It's already there. 今はまだマンチェスター・ユナイテッドのホームページで試合を見ることはできませんが、それでも月に800万件のアクセスがあります。もしネット中継が実現すれば、一部のクラブはますます収入を増やすことになります。Broadcasting through the internet is likely to grow phenomenally in the next few years, yet clubs are allowed to negotiate their internet rights individually. That will potentially increase the wealth gap within the Premier League, where the rich get richer and the poor get poorer. 今後サッカーファンはこれまでより多くの試合をテレビで見ることができるようになります。しかし負担も増えることになります。そして最大の問題はイギリスのサッカー界の状況を正すだけの力を持った人がいないということなのかもしれません。The FA or the Premier League said, hang on a minute, this is part of our national heritage. They're not going to talk about it in the terms of market forces anymore. It's our national sport. I don't think they've got any... they've got the ability to talk about it. I don't think they've got the ability to influence it. Have they lost control? Virtually. Not quite, but very nearly. Who to? To the clubs and to Sky. リポートにもありましたプレミアリーグの放送権ですが、すべての試合の独占放送権は引き続き衛星放送会社の B スカイ B が来年2001年から3年契約でおよそ1800億円で獲得しました。またこれまで BBC が持っていましたハイライトシーンの権利ですが、民放会社の ITV が取得したということです。原さん、はい、プレミアリーグまたまたさらにお金が動きそうですが、はい、そうですね。日本でもですね、このプレミアリーグも今のユーロもですね、はい、見ることできるんですけど、それぞれにこう加入しないといけないんですよ。そうですよね。ですからやはり日本でも同じですけど、こうお金がねどんどん一般の人にかかっていくというふうになってるんじゃないでしょうかね。日本ではJ リーグの試合なんかですとね、お金を払わなくても、はい、前半後半と試合をすべて一つ見られますよね。はい、でもヨーロッパですとちょっと事情が違うみたいですね。ヨーロッパの方はですね、なんて言うんでしょうかね、いろんな試合契約によって分かれてるんですよ。このチームの試合とかこのチャンネルとかね。試合ごとでもですか。試合ごとでも分かれてますから、はい、それごとにやはりいろんなペーパービューもありますから。はい、全てに入ることは難しいと思いますね。だから好きなチーム、このチームが見たいからこのペーパービューに入るとか、そういうふうに分かれていくんじゃないでしょうかね。ですね。番組ごとにそのお金を払ってみるとなるとかなりお金がかさんでしまうという感じはしますけれども、ね。ですから今番組でもありましたけど、ああいうスポーツバーみたいなところに行って、はい、そういうカフェですね。ああいうところに行って。ビールでも飲みながら、見るというのが現状多いんじゃないでしょうかね。またあれはあれでね楽しみがあるかなと思いますけれども、原さんは実際にプレミアリーグご覧になったことおありなんですか？今年行ってきましたけど、はい、昔は我々が選手の頃に行った頃は古い3部のチームが出てましたよね。あれと同じようなスタジアムで試合やったんですけど、はい、全く変わってしまいましたね。もう本当にサッカー場というよりは劇場みたいなね、社交場的なで、雨がイングランドの場合多いんですけど、雨が降っても濡れないようになってますし、一人一人の席がもうしっかりした席がありますから、全く変わってしまった。ただそのお金は結局は一般の人、チケットを買う人に跳ね返ってきますから、そういう人たちがお金がどんどん高くなってなかなか簡単にサッカーを見に行けなくなっているというのが現状じゃないでしょうかね。選手もだいぶ高額なお金をもらってるようでしたけどもね。そうですね。もうマンチェスターユナイテッドのね選手、ロイ・キーンっていうキャプテンの選手なんかは週給でですね800万を超えてるというふうに800万円ですか、言われてますから、もうあまりにもこう一般の人から見れば、先ほど出てましたように高級カーに乗ってね、もうスターですよね。でちょっとこう庶民からは離れすぎてしまって、
いるというのは現状だとは思いますけどね。サッカーをやっている子どもたち、少年たちにとってはそういうスターがいるっていうことはいいことなんでしょうかね。夢をね与えてくれるということではいいと思いますけど、サッカーというのはもともとこの庶民的なスポーツで、イギリスで言えば労働者階級の人がね楽しんでそれ見に行って、そうやって発達してきたスポーツなんですよ。それがだんだんこう庶民から離れていくような、そういう感じも出てきてますよね。それが心配ですね。見に行きたくてもなかなか見に行けないということになってしまうと、これからサッカーがね、どうなっていくのかっていうのはちょっと心配ではありますけどね。そのサッカーがこれほどその巨大なビジネスになってしまった背景に何があるんでしょうか。まあそのテレビの放映権料っていうんですかね、その影響は大きいんじゃないですかね。だからその分各クラブもそういうところと契約すれば当然お金も入ってきますから、いい選手を買えるわけですよ。と巨大クラブはすごいお金を使ってね、いい選手を買える。でも弱いチームは先ほど出たように本当にこうなかなか買えないんで、その差がこう限りなくこう開いてしまうっていうこともあるかもわかんないですね。ヨーロッパですとね、かなりそのサッカーに熱中する人が多いって言われますけれども、これはどういう背景があると思いますか。それはですね、例えばその都市と都市とのこの争いとか、町同士、町と町ですね、あるいはスペインで言えば民族同士の対決、それがサッカーを通じて行われてるんですよね。それに出やすいと。だから熱くなりすぎちゃうところもあるんですけど、そのぐらい熱いですね、試合は。試合というか見る人もやる人も。見る人もやる人も、そうですよね。じゃあ次はですね、その一部のサポーターの行き過ぎな熱狂ぶりっていうのは深刻な問題になっていると思うんですけれども、そのリポートを見ていきたいと思います。サッカーファン、サポーターの中でも、とりわけサッカーの競技場やその周辺で騒ぎを起こして暴れる人たちのことをフーリガンと呼んでいます。今回のユーロ2000の大会でもフーリガンへの警戒が呼びかけられてきました。ドイツと並んでフーリガンが多いと言われますイギリス、そしてユーロ2000の開催国の一つであるオランダはどのような対策を取ってきたんでしょうか。BBC とドイッチェベレのリポートを続けてご覧ください。They still call it the English disease in Europe. In truth, though, the really dark moments of football hooliganism, like Heysel, belong to the 80s. Tonight, as supporters from the French club Mons arrived for their game with Arsenal, it was all good-natured. Big names in football, organized hooliganism has largely been stamped on, but it persists further from the stadium and often surrounding smaller clubs. There are sanctions that can be applied to people if there's violence inside the ground, because we can take the tickets away and they don't get back in again. It is the violence away from the grounds that is a problem. And of course they're well informed. A lot of the time they're in contact with each other. They orchestrate the meetings. And we need the intelligence to try and prevent that. And we do try and do that. But yes, obviously as it moves away from the ground, where the police aren't, it becomes more difficult for us to intervene. Britain's campaign against football violence changed the face of the grounds themselves. Terraces were replaced with seating. Clubs have provided more stewards, and increasingly closed-circuit television has been used to search out signs of trouble in its early stages. The police's National Criminal Intelligence Unit has been developed as a clearinghouse for information about ringleaders, and they're now also involved in tipping off foreign forces when known hooligans are planning to travel. For English fans like Manchester United travelling to Spain last year, there'll be a heavy police presence and always the chance that they'll attract locals wanting a fight. All of that keeps the spotlight on the English when many other countries have been slower in cracking down. I think you can look around a number of countries in Western Europe and you'd say that there are significantly nasty hooligan gangs in Holland, in Germany, some in Belgium, certainly in Italy. All those countries, and of course the Turks as well have had a lot of problems with crowd and associated misbehaviour at matches. Just put this on the English, mate. The violence in Marseille during the last World Cup showed that only an incurable optimist or a fool would ever guarantee good behaviour by English supporters.
これは2006年の大会招致に大きな不安を残したばかりでなく、近年国内で増えているグラウンド以外での乱闘が外国にも広がっていることを証明する結果となりました。If there are signs, and I think there are more signs down the divisions outside of the top level, that these old traditions persist, then I think that's worrying and concerning. And certainly that feeds into some of our international problems. It feeds into the national team problem, because we know the national team recruits people from smaller towns very often who like the idea of an adventure around the national team and the kinds of excitement that connect with going abroad to watch England play. What I am confident of is that everything that can be done within the law of the land is being done in this country. And as I stress again and again, we are talking to people to the relevant security advisors and the relevant associations abroad. But if you say to me, do I think that we will have a totally incident-free Euro 2000, I would be very foolhardy to say that. The police at Highbury, a big match is still a test in time. However sound their preparations, it will remain so since crime mutates and develops. Football hooliganism is no exception. Eine wunderbare Ruhe liegt über dem alten Hafen von Rotterdam. Doch am 20. Juni wird es damit wohl vorbei sein. Denn dann spielen die Deutschen im Stadion de Kuip und in einem Europa der offenen Grenzen werden Hunderte von deutschen Fußballraudis nach Rotterdam kommen. Aus Sicht der dortigen Staatsanwaltschaft lässt sich das kaum vermeiden. Über Einreisebeschränkungen für die Hooligans kann man lange grübeln. Sie werden trotzdem immer wieder durchschlüpfen, ohne erkannt zu werden. Die Grenze 100%ig dicht zu machen, das können wir nicht. Doch sollten deutsche Raudis am 20. Juni kommen, könnte es gefährlich werden. Denn dann könnten die Hooligans von Feyenoord Rotterdam schon auf die Deutschen warten. Im letzten Jahr haben sich die Rotterdamer Raudis erstmals sogar Schießereien geliefert rund um das Hilton Hotel. Die Behörden können nur hoffen, dass sich die Hooligans diesmal ruhig verhalten. Ich denke, dass die meisten Hooligans in den Niederlanden mit einem bestimmten Verein verbunden sind und nicht mit der Nationalmannschaft. Ob das bei der Europameisterschaft anders sein wird, das wissen wir nicht. Bei den letzten Europa- und Weltmeisterschaften jedenfalls haben sich die holländischen Fans im Ausland immer sehr positiv verhalten. Dabei ist gerade in Rotterdam der Hass auf die Deutschen sehr groß, denn die Stadt wurde im Zweiten Weltkrieg völlig zerbombt. Und viele Hooligans sind Nationalisten. Das hat sich gerade erst wieder in Istanbul gezeigt, als englische Fans türkische Fahnen verbrannt haben. Da wurden sie von türkischen Raudis verprügelt und 2 Engländer erstochen. Nach solchen Szenen erscheint es geradezu naiv, wenn die Holländer bei der Europameisterschaft einfach auf das alte Mittel setzen, eben auf Polizeipräsenz. Unsere wichtigste Maßnahme ist genügend Polizei, genügend Information. Wir werden versuchen, jedenfalls wenn es irgendwo Randalierer gibt, sofort und sehr schnell einzugreifen. Das ist unsere Absicht. Aber unbemerkt von der Polizei können die Hooligans in der Masse untertauchen. Wenn dann Dutzende der Raudis plötzlich zusammenkommen, werden die Beamten oft selbst zu Opfern oder provozieren. Sie sollten sich nicht so offen zeigen, die Polizisten. Oft bleibt ja alles friedlich. Doch dann tauchen ein paar Polizisten auf und schon gibt es Ärger. Das war in Frankreich das absolute Problem. Die Weltmeisterschaft in Frankreich vor 2 Jahren. Deutsche Hooligans überfallen einen Polizisten und prügeln ihn halb tot. Die Behörden haben die Schläger später gefasst. Doch der Gendarm Daniel Nivelle wird sein Leben lang schwer behindert bleiben. 4 der deutschen Gewalttäter wurden zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Zur Europameisterschaft werden nun Tausende solcher Raudis aus 16 Ländern anreisen. Da befürchtet laut Meinungsumfragen die Mehrheit der Niederländer, dass es auch wieder zu Gewalttaten wie in Frankreich kommt.
Ich erwarte, dass es mit den Jugoslawen Ärger gibt und auch mit den türkischen und englischen Hooligans. Holland ist diesem Ansturm nicht gewachsen. The show must go on, das meinen die Veranstalter. Erst einmal dürfen fast alle Fans einreisen. Erst wenn Gewalt und Nationalismus eskalieren, sollen die Sicherheitsmaßnahmen in Holland verschärft werden. 見てますとね、本当にサッカーを見に行ったのか騒ぎを起こしに行ったのかという気がしますけれども、日本でも2002年のワールドカップに向けてフーリガン対策本当に大切ですよね。大切ですね。日本人が考えている以上にですね、海外のフーリガンは凶暴というかね、そういう人たちもいますから、ただ日本関係者もですね、日本の関係者も今回のユーロとかその前のフランスですね、いろいろ見に行って勉強というか学んできてると思いますんで、そういうことが起きないとね、やはりいいなというふうにサッカー関係者としては、それが一番心配ですよね。ヨーロッパですと先ほどもおっしゃってましたけれども、その試合以外のその民族性であるとか歴史であるとか愛国心であるとかっていうのが根強いようですからね。根強いですね。ですからそれがサッカーの試合に絡めて出やすいんですよ。だからそういう人たちも当然集まってくるということもありますからね。それだけヨーロッパなどでファンが熱中するということは、そのサッカーが根付いているっていう証拠だとも思うんですよね。そうした状況、日本がそうした状況になるためには何が求められているんでしょう。もちろんその2002年というのは目標の年にはなるとは思うんですけど。そうですね。もう日本のサッカーもですね、J リーグというプロのリーグができて、まだ日は浅いですがね。海外はもう100年ぐらいそういう歴史を持ってるわけですよ。特にプレミアリーグなんかもう100年以上のね、プレミアっていうかイングランドのプロのリーグとしては歴史があるわけですね。ですからそういうとこに太刀打ちしていくためには、日本も2002年ワールドカップ共催まではこうムードも盛り上がってると思うんですよ。その後を踏まえたね、長期的な日本のサッカーをね、どういうふうに根付かしていくかということも考えることが大事だと思いますね。その後の方が大事だと思います。例えばその J リーグの試合を見て、また世界の試合も見られますよね。そうすると見てる方もだんだん目が肥えてくるというか。先ほどから言ってるように生でね、海外の試合見られますから、それと比べて J リーグを今度見に行った時にその差がね、やっぱりレベルの差とかそれはあっても仕方ないと思うんです。ただ気持ちとかハートの部分では極端に言えば J リーグの方がね、気持ちがあるよと。それであればまたそれはそれでお客さんも感動してね、見ることによって気持ちよくなってまた帰られると思うんですけど、技術も少し落ちてて気持ちまでねモチベーションが高くないとすれば、やはりだんだん離れていってしまいますよね。ですから J リーグのレベルを選手も指導者もフロントもねサポーターも全部のレベルを上げていくということがまずは大事だと思いますし、それから将来の子どもたちがサッカーを好きな、あるいはスポーツを愛するような人たちを多く育てると、そのための指導者の育成っていうのも必要だと思いますね。J リーグの選手のお話をちょっと伺いたいんですけれども、試合もね日本でやったりヨーロッパでやったりアジアでやってすごく忙しく活躍していらっしゃいますけれども、この辺はどうですか。特に代表選手はそれを乗り越えないと仕方ないんですよね。ヨーロッパでも試合が多くなってます。だから選手の給料を払うために多く試合をやらないとそれがペイできないわけですよ。だから選手も苦しいですけど、やっぱりやれる時間短いんで、サッカーの場合その間になるべくコンディションを整えながらね、いい試合を見せると、それがやっぱり選手の仕事ですから。そうですね。そうした中からスター選手が出て子どもたちも離れたいというふうに頑張って、どんどん盛り上がっていけばいいなと思いますね。そうなってほしいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ワールドリポート、今日はこれで失礼いたします。